皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は皆さん、私見つけちゃいました。今回ね、私とてつもないかもしれないライトをね発見しました。それがこちらです。はい、春デザインさんのスポット型ライトになります。スポット型ライトといえばこちらの春デザインさん、そしてブリムさんですよね。このね、2大ブランドといいますか、これがかなりバチバチとしのぎを削り合って、そしてお互いに進化をしていっていると、そういうイメージがあります。で、お互いにですね、結構価格帯もねすごく似てるんですよ。で、昨年はですね、私、コスパの高いライトっていうことで、やっぱりね、ブリムさんのコスモ、はい。で、コスモも UV 機能がついているものがあったりですね、非常にこれが使い勝手が良くておすすめですっていうことで、皆さんにね、お伝えしてきたかと思います。で、今回なんですけど、このね、春デザインさんのスポット型ライトで、私、すいません、見落としておりました。それがこちら、ハス38スペック9ニューになります。教えてよ、春デザインさん。いや、もう本当にね、これ私、全然気づかなくて、これ多分ね、1年ぐらい前に新しく改良版が出たらしいんですよ。それをね、あろうことか私、全然気づいてなくて、私、ハス38スペック9は古いね、ちょっと前のモデルっていうのを持ってたんですが、これ見てください。改良版っていうことで、こんな形で見た目もねだいぶ変わっております。で、実はこれ変わったのは見た目だけではなくて、中身も内容も大幅に進化をしております。で、実はこれデフォルトの反射板ついてるんですが、それプラス広角反射板、ちょっとね光を分散させるようなものもプラスでセットでね購入できるような内容もございます。で、ちなみにお値段なんですが Amazon で5698円になっております。はい。で、これがですね、反射板セットの価格です。で、反射板なければだいたい5386円という風になっておりました。で、今現在まさに実はセール中でして、セール価格だとこのセットで5242円ということになっております。はい、それではスペックのご紹介なんですが、前回のね、旧バージョンと何が変わったのかというところを主にね、お伝えしていきたいと思います。まずはこれ、ボディ形状が大きく変わっております。スワールボディということで、大幅な冷却性能の向上によって電子部品の耐久性、機能安全性に貢献しますとあります。で、これ、旧ボディからの比較を見ていただくと、羽が9枚増加しておりまして、で、32% ね、面積が大きいということで耐熱性能が上がっていると。ただしボディ温度の低下は二次的で小さなものになりますと小さくね書かれておりますので、このね耐熱性能が上がったっていうのはあくまで二次的ということでねおっしゃっております。じゃあ一体何が大きく変わったのかっていうことなんですが、実は波長です。はい、こちらに書かれております通り、これね、5800ケルビンの私もの購入したんですが、こちら、5800ケルビンを保ったまま、限りなく波長強度の高低差を抑えて、太陽光に近づけられていますと書かれております。はい、ということでこれね LED のチップが変わったことによって、この波長っていうのが大きく変わりました。で、これ実は春デザインさんの GLA とか GLX よりねちょっとお求めやすい価格帯のライト、スポット型ライトも実はこのチップ採用されてるみたいで、波長がね全体的に大きく変わってるんですよ。もう教えてよ、春デザインさんということでね、もう私本当に知らなくて、でもう少しこの波長について詳しく見ていきます。はい。で、太陽光っていうのはこちらご覧いただいたらお分かりになる通り、すべての波長がね高くまんべんなく高くなっていますよね。で、それぞれのこの色の違いっていうのが自然な緩やかなカーブを描くっていうことで高低差がないんですよ。で、例えばこれ真ん中一般的な標準的な LED ってどうなってるかっていうと、どっちかっていうとこのね青い部分、はい、この青い色の波長、これが突き抜けてなんか針のようになってるじゃないですか。これがいわゆるブルーライトスパイクと呼ばれている部分でして、皆さんねブルーライトってなかなかね人体にも影響あるということでご存知だと思うんですが、そんな風にブルーライトの部分が高くなってしまってるんですよね。
はい。で、これがね、LED の実は弱点と言われておりまして、このブルーライトをね、抑えるっていう技術はかなり難しいとされているようなんです。はい。で、その点、こちらのライト見てください。これ、ハス38スペック9。この波長ですよ。これ、限りなくね、太陽光に近づいてます。いやもうこの波長はね、正直すごいと私は感じています。でちなみにこれね、4000ケルビンの方もありまして、4000ケルビンだとこんな風な感じ。一応これはですね、夕焼け頃の太陽光に近づけた波長ということになっているようです。はい。で、この太陽光にね、近づけた波長を持っているライトといえば、生き物電球がね、最近話題というか、新しく発売されているものになると思うんですが、あれはね、やっぱりね、結構高いんですよ。15,800円とかね、しますので、やはりコスパの面で考えると、こちらのライトの方がね、だいぶもう3分の1ぐらいの価格なので、全然違ってくるかなというふうには思います。はい。で、コスパの高いライトといえばね、やっぱりブリムさんのコスモなんですよね。これ波長ね、一応こんな風に公式では書かれております。はい。こちらも同じく5800ケルビンのライトになるんですが、これ見ていただくとね、やっぱりこのブルーの部分、これがね、ブルーライトスパイクと呼ばれる部分で、これがやっぱり出てしまってますよね。こちらも太陽光の波長に近いバランスの取れたフルスペクトルという風な記載はあるんですが、やっぱりこの辺はね、こう波長のスペックで見ると、差はもしかしたらあるのかなっていうのは個人的に今ね、感じております。はい。で、このハス38スペック9、山口大学の農学部と共同研究されているようで、自然光の太陽光に近いスペクトルカーブを描き、肉眼への負担も小さくなりますという風になっております。で、また植物にとっては徒長の抑制であったり、病気ですよね。それに対する耐性の向上とか、そういった効果も見られるようです。はい、このようにブルーライトのスパイクっていうのを抑えておりますので、我々のね、人体に対する影響っていうのも、少ない。そういう意味では、例えばリビングで使ったりっていうのもしやすいような工夫がされておりますよね。で、これが生態への影響、私やっぱアクアリウムで使いたいので、生態への影響って考えても、やっぱりですね、このブルーライト、少ない方が、抑えられてる方が、おそらくいいんだろうと、これ、ごめんなさい、私も分かってないんでね、分かってないんですけど、きっとそうなんだろうっていうね、なんとなく気持ち的にはそう思います。はい。で、ちなみにこれ、チップがブリッジラックスという、これブランドですかね。そのね、チップが使われているみたいで、ブランド LED チップとノーブランドのチップ、これがですね、耐久性能にどう違うかっていう表をね、も載せてあります。やっぱりね、ブランドのチップの方がかなり耐久性高いっていうのが、わかるかなと思います。はい。で、新旧ちょっとね、比べてみました。左が新しくなったハス38スペック9で、右が古い方のものになります。見た目の形状はこんな風にですね、羽の形がもう全く違う、枚数も違うということになりますが、それ以外はね、見た目大きな変更はないかなと思います。でやっぱりこのライトは、この周光レンズ、そして反射板、この辺が付けたり外したりできるこのカスタマイズ性能っていうのは相変わらず変わっておりませんので、この辺がね、いいところ、メリットになってくるかなと思います。はい。うだうだ喋っててもわからないと思いますので、実際試してみます。はい。こちらがですね、まず旧バージョンのハス38スペック9です。はい。もう早速ね、並べてみました。右が新しい方のハス38スペック9、左が古い方です。こうやって見比べてみると、いや、どうですかね。正直言っていいですか？わかりません。もう全くわかんないですね。うん。やっぱり波長なので変わったのが、この辺ちょっとね、わかりづらいかなと思います。はい。ということで、もうちょっと新旧の比較はやめておきます。こちらはですね、今度、周光レンズを外した新しいハス38スペック9です。こうやって見ると、全然光の広がり違いますよね。うん、やっぱりアクアリウムで使うとなると、この周光レンズは使わない方がいいかなと思います。やっぱりね、周光レンズって、この中心の一点にかなり強い光を当てると、そういう目的になりますので、それをね、外した状態っていうのが、基本的には使いやすいのかなと思います。で、次は反射板も周光レンズもすべて外した状態で、試してみたいと思います。アクアリウムで使うんだったらこれが一番いいかなって、現時点ではね、私思ってるんですが、さあどうでしょうか。はい、こうやって見てみると、明らかにこれね、ほぼすべて、この60センチ水槽なんですが、60センチ水槽の隅々まで光がいってるっていうのが分かりますよね。やっぱりこれ全然違いますね。ちょっと縦で並べてみます。
はい、左が反射板あり、右がなしです。こうやって見るとですね、左の方、やっぱり流木のね、真ん中あたりに光がかなり強く当たっているのが分かりますよね。それに対して右、反射板なしの方は、流木の方が自然なね、色味というか、はい、強い光当たってないですよね。はい、では次に広角レンズ板に付け替えてみたいと思います。これ説明によると30%から70%ぐらいね、部分的にこう光が抑えられるというふうに書かれておりますので、これもだいぶね大きな違いがあるんじゃないかなと思います。さあどうでしょうか。ちょっとさすがにこれ分かりづらいですね、肉眼では。並べてみてもなかなかこれね違いどうでしょうか。左が通常の反射板、右が広角の反射板になります。若干中央あたり見ていただくと、確かに光がね、弱まっているっていうのはわかるんですけど、こう並べてみるとなかなかですね、分かりづらいかなっていう感じはしますよね。もうちょっと水草生えている90センチ水槽で試してみたいと思います。左が通常の反射板、右が広角反射板。ほぼわからんね。さすがにやっぱりちょっとね、これ分かりづらいですね。ということで、はい、ちょっと肉眼では分かりづらいので数値を測っていきたいと思います。これ LED 素子から照らしている面までだいたい45センチの高さから照らしております。で、これをですね、照度計ルクスを測りたいと思います。まずは元々のね、通常の反射板からです。中央値が、はい、48000ルクスですね。結構明るいですよね。48000あったらね、どうでしょうか。ちょっとアクアリウムでは結構強いかなっていう気はしますね。植物には十分 OK っていうぐらいの明るさだと思います。はい。では、ちょっとこれをずらしてみます。だいたい5センチぐらいですね。はい。今度は中心から5センチ外したところの明るさ。それがこちら。29000ルクスですね。はい。やっぱりだいぶ中心から比べると、この辺スポット型っていうのは落ちてきます。はい。では次、今度は10センチ離してみたいと思います。スポット型だとだいぶこれでね、落ちるんじゃないかなっていう風に、はい、予想します。なんとなくこの見た目もね、かなり光落ちてますので、はい、10センチ離したらやっぱり落ちましたね。9465ルクスっていうことで1万切りました。はい。で、これ以上はちょっと見た目もね、もうだいぶ光が弱まっているのがわかるので、かなりね、落ちるんじゃないかと思いますが、一応15センチも測ってみました。4860ルクス。いや、めちゃくちゃ落ちましたね。さすがにこれね、やっぱスポット型ライトで、反射板つけるとこうなります。はい。で、お次は今度、反射板を広角に変えました。これ見てください。もう明らかに見た目違いますよね。はい。で、中央のあたりがですね、これ見てください。もう全然ね、数値違います。先ほど48000ぐらいありましたよね。さあ、中心のあたりどうなるでしょうか。ちょっとなかなかね、私自分の目が信じられなくて何回も測り直しておりますが、はい、出ました。17600ルクス。結構落ちましたね。先ほどと比べて 60% 以上ね、落ちてますので、これだいぶ影響ありますね。で、次5センチ離すとこうです。15000ルクスです。はい。そんなにですね、これ中心と大きく変わらないですね。ちょっとこれ広角反射板見た目とは全然違って全くこれ数値変わってきます。で、次は10センチです。中心から10センチ離すとどうなるでしょうか。それがこちらです。12400ルクス。はい、先ほどの通常の反射板だともうこれで1万切ってたので、これ全然違いますよね。はい、で次15センチです。15センチ離すとどうでしょうか。先ほど確か4000いくら。それが今回がですね、はい、9511ルクスということで、さすがに1万を切りましたが、まだね、結構高い数値保っております。はい、まだいけそうなので、20センチ離してみたいと思います。20センチ離したら、それが5744ルクス。これでもね、先ほどの15センチよりもさらに光量高いということが分かりました。ちょっと見た目ではね、全然私分からなかったんですが、数値で測るとこれ全然違うっていうことが、分かりました。で、これね、Amazon で、この反射板、広角反射板付きとそうでないタイプで、だいたいね、300円ぐらいしか差ないんですよ。これ皆さん絶対、広角反射板付きをおすすめします。はい、ということで今回は春デザインさんからハス38スペック9のご紹介をしてきました。はい、新バージョンになっております。で、これやっぱりですね、ブリムさんのコスモと比べてどうかっていうのがね、皆さん気になるところだと思うんですよ。で、正直言いますよ。正直、お金がちょっとね、許すのであれば、
こっちの方がね、スペック的にはいいんじゃないかなって今現時点で私ね、思ってます。UV 機能とかが欲しいっていうことであれば、やはりね、コスモになるかなと思いますが、必要ないっていうことであれば、こちらの838スペック9の方が、スペック上はね、波長的にも良さそうではありますよね。ただセールの割引率とかで考えて、その金額的な差でいくと1000円ぐらいね、差空いてくるんですよね。だからそこをどう捉えるかっていうのは、一つ考えどころかなっていうのと、波長の違いっていうのがね、果たしてどういう影響出るのかっていうのは、これはまたね、使ってみないと正直わからない、いうところはありますので、こればっかりはね、どっちがいいか悪いかっていうのは、両方ね、メリットデメリットあるかなっていうふうに思いますし、またね、このブリムさんとハルデザインさん、またね、こう競い合って、どんどんね、お互いいいもの出していってもらったらね、本当に嬉しいなと思います。はい、ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。